あ、彼はずっとシラフだった。体が動けないだけなんだ。たとえ地面にエーフィーと掘ってメスの獣を掘り出せ。おう。あなたは誰ですか？王を攻撃する勇気があるもの。一体何を着ているんだ？ああ、必死の混乱の始まりだ。しかし、幸いなことに、その能力とスペースはまだあります。狼王に捕まらなければいい。ここで食事をするのは問題ないはずです。木の能力はわずかにいいレベルアップします。母さん、今日はネズミ獣にも触れていません。大丈夫だよ。一晩だけ耐えてください。この味で幻覚を見ているのでしょうか。母。兄貴は一生懸命頑張った。一日だけお腹が空いている。今日は美味しいものをたくさん作りました。さっと味見してみ。娘よ食べて。母はお腹が空いていない。家にはあまり食べ物がない。母さん食べる分は十分取っておいたからすぐに味わえるよ。これすごく香り高い。私の妹は素晴らしいです。どうしてそんなことが可能なんだ？この王には、実は自分の子供がいる。メスの獣のニュースを調べに行け。あの小さな白ウサギは逃げられない。いっぱい食べて、明日もお金を稼ぎ続けてください。私のに。冬には山々に厚い雪が積もります。もっと食料を買いだめしなきゃ。彼は芝刈りをしていた。草は何を食べられるのでしょうか。おい、大根が食べられるのはいいことだ。本当に食べられる。もし気が楽でなければ何かあったら見てて。もし私が大丈夫ならまだ遅くはない。また掘り返すのに。自分でプールを試してみた。本当に食べられるのか。彼は部族で最初に新しい食べ物を発見した人物でした。実はそれが大根だとわかるだけだ。みんな無能な部下だ。王を守らなかった。彼は実際に城、虚偽の漬物を王と混ぜさせた。でも心配しないでワヌ。あの城いいわ。今やウサギの山に落ちてしまった。草をかじって生計を立てるしかない。彼を見つけたとき、彼は草を探すために地面を掘っていた。またそのものは食べられるとも言っていました。やろう。彼は草を食べるだけで、1ヶ月は空腹になると見積もった。王は激怒した。私なんか間違ったことを言いました。白シリングが倒れた。なんでお腹が重いんだ。もし風が吹いたら全部吹き飛ばしてしまえ。いや、本当に正しかった。節油明日は終わった。彼は生産のためにここに来ない。また流れ戻った。きっと気に入るでしょう。その夜シロはベッドで寝返りを打ち続けることにこだわった。眠れない。夜の後半になってようやく眠りにつきました。なぜなら彼は目を閉じたからだ。私の頭の中は節油明日の空を無視する顔でいっぱいだった。翌朝早く、騒ぎで彼は目を覚ました。耳に奇妙な言葉が響いた。お母さん、この栗の山を用意したの。私はそうじゃない。昨日あなたが買ったものとは違います。いいえ、そうではありません。昨日はその栗が全然熟していなかった。全然踏めません。一晩で行うことができます。この庭は実は栗でいっぱいだ。重要なのは全てのバーシェルがなくなっていることです。
直接食べてもいい？白川は驚いた顔で言った。白シーリングの心が一瞬揺れた。洞窟から庭へと宙返りが飛び移った。庭の隅にきちんと積まれた栗の木がたくさんありました。全員が暗殺者に対処する。まるで彼のために仕立てられているかのように。親密なものは単純に非常識です。白シ一は周囲を見回し、ぐるりと回った。心の高鳴り。昨夜は節優生がやったはずがない。姉さんあなたはこれを知っています。聞いてくれ。白は乱暴に叩くことにこだわった。昨夜は眠れなかった。熟した栗を買いに外に出て戻ってきました。これらは冬に備蓄して食べることができます。白露は眉を潜めて彼女にぶつかったかどうか尋ねた。大丈夫。白川も緊張した様子で彼を見つめていた。白は慰めることにこだわった。心配しないで。部族の中を歩き回っていた。全く問題ありません。白露はほっとした。将来何を食べたいか母に伝えて。真夜中に一人で走りで砂危険すぎる。玄関先でもありません。白はすぐに頷くことにこだわった。真夜中に走り回る勇気は本当になかった。節優生は確かに普通の人間ではない。その身体への圧迫は単に人を気絶させるほどです。純世界大陸で最も強力なレベルは救急能力です。彼はすでに大救急の頂点に達していると聞きました。つま先を動かすだけで数秒でクズになってしまう。その結果今日は栗を直接彼女の玄関先まで届けてくれました。これは彼を殴っているのか、それとも生命を出しているのか。彼はすでに自分の住んでいる場所を知っていた。これを考えてみて。白シリングは居心地が悪かった。椎茸、友人が彼を呼んで一緒に狩りに行こうとしました。ただ彼はその場所を動かす勇気がなかった。あの偉大な神にまた出会うのが怖いから、みんなが出ていくのを待て。白は静かに次男の白雷が横たわる場所へ滑り込むことを主張した。を差し伸べて脈を確かめてください。次男の状況は変わらないことが判明した。まだ本物のエリクサーは見つかっていない。次男が少しずつ解毒できるように気を使った能力に頼るしかない。久しぶりだね。次男は目を覚ませるはずだ。ここ数日、白シリングは家にいてほとんど縮こまって外出もしない。でも、彼の母サギは毎日豊作を迎えています。獲物が多すぎて積み重ねられない。白シギモ料理のパターンを変えたわ。ご家族のために美味しい料理を作りましょう。食卓の白つゆは感情に満ちていた。最近、この運はとてもいいものでした。毎日狩られた獣に遭遇する君のおじさんと僕は楽に耐えた。心配しないで、たくさん食べてるんだよ。母さんが出てもう少し渡してくれるよ。数日連続で収穫があったから、バイルーン自身は急上昇した。娘の食事量がどんどん増えていくのを感じた。しかし、幸いなことに一人で狩猟をするのはますます危険になっています。薬師も彼がどんどん食べているのに気づいた。そして、どんどんお腹が空いてきました。彼女は穏健に振る舞おうと努めていますが、でもほとんどの食べ物は毎日彼女の胃に入っています。しかし、母と長兄は輝く目で彼を見つめていた。白シギは、今追い返されたばかりだから一言も言いたくない。食べられない。猿のように痩せている。これで食べて笑える。家族は彼が幸せそうに咲くのを見守った。白シリングは一度も妊娠したことがない。だからなぜあんなに食べられるのか気づかなかった。そして、白シリングは狩りについて本当に少し混乱している。最近母親は幸運だった。狩猟は大きな収穫です。イノシシをほぼ毎日家まで運べる。使用多感は保留にすべきです。イノシシ狩りは感謝しなければなりません。最近は大きな魚や肉を食べるのに疲れてしまっている。ご飯や蒸しパンの香りも考え始めました。朝食後、彼は以前に選んでいた友人たちに声をかけた。また、長家の白川を山の上で食べ物を探しに引き上げました。友人たちが知らせを受け取った後、みんなとても興奮していた。ホワイトは変化を強く求めます。ついに山から出る覚悟があるな。すごいよ。前回はキノコと人参の掘り方を教えてくれた。最近たくさん掘り出しました。たとえ家族が獣に勝てなくても、もう植えることを恐れない。それにキノコ大根スープの作り方を教えてくれてありがとう。調理すると美味しい。裏返して生で食べてみて。それは口じゃない。みんなが彼の周りで話し続けていた。目は光で満ちている。みんなの熱意に押しよがろうとしつこく、ループは力強く山を登った。どこに行くかは言い張る。みんなただそれに従っていました。山の北側まで歩くとき、菌類を積んだんだ。金の浸し方も教えます。美味しくするためにあげる方法。みんなそれが真剣なものだと聞いていた。彼の目は電球のように輝いていた。一人ずつ彼らは菌を掘り起こしていった。シロが近所をブラブラ従った後、その結果彼は再びサツマイモを発見しました。彼の目が突然輝いた。サツマイモがあれば砂糖をでんぷんにすることができます。素早くたくさん掘り起こしてスペースに投げ入れた。サツマイモを使って植えようかと考えました。来春休校配達は部族の橋で取り戻される予定です。みんなが
一生食べられるくらいの量だ。それから彼はみんなを読んだ。みんなにこれが薩摩芋って言うんだって言ってやれ。水で煮れば食べられます。みんなそれを聞いて興奮しました。あなたは白夜が上手すぎる。新しい食べ物を知ってからどれくらい経ちましたか？昔は多くがこれを食べられるとは知らなかった。キノコラディッシュ薩摩芋は手つかずです。山のあちこちにこれでわかったでしょう。単純に食料の方向をフォローアップしてください。家に食べ物がある方がずっと安心できます。獲物を当てられないことを恐れないでください。そう言ってからみんなが一斉に食い込んだ。しばらくすると時間がかかりました。バスケットは漫談です。ツバメアキラはため息をついた。幸いにもこれらの野生野菜が上にあります。最近猫狩りの頻度があまりにも激しくなりすぎています。多くの獣が彼らに狩られました。うちのウサギ族が狙える獲物は減ってしまった。白そうそう眉を潜めた。猫の祖先はわざとウサギの部族を狙ったのか。チユは首を振った。おそらく無理でしょう。両親は狩りの最中に偶然彼らの会話を聞いてしまいました。それは将来の部族に傲慢さと食料を加えるためだと言われています。白シリングはそれを聞いて動いた。ジャムですか。カッセは長兄の白川の元妻である。7年前長兄がまだ大人になった頃彼は5級の勇者だった。当時のウサギ族の中でも強い男の一人として、長兄は猫の課長の娘カセと結婚することになりました。しかし結婚書や猫族の課長に無理やり鹿の血潮を注がれた。長兄を一番中気絶させておけ。翌朝目覚めた後、強度は第6級から第2級へ直接下がった。カセは彼を嫌いになり始めた。彼はその場で彼を連れ出し、ウサギの部族の元へ連れ戻した。実は彼だ。彼は第6秩序を突破したと聞きました。どうしてそんなことが可能なんだ。彼は前は第3の秩序にしかいなかったのでは。でも、大人になったばかりの人に、第3の命令があるのは、かなり厳しい。もちろん私たちの母である白露は、若い頃は6頭でした。彼女は当時テイトにいた。しかし主要な部族によって求められ争われていました。ただ、中央区のコートに行ってから戻ってきた時、記憶を失った。また、強度も第 S 階から第階へと下がりました。しかし、何年も改善は見られていません。あるいは白シリングがしばらく戻ってきてからただ知っているだけだ。彼は実際にコートにいる娘たちを全員忘れてしまった。猫族は私たちと同じく身分の低い部族です。そのため風は優秀レベルまで登ることができます。本当に信じられないことです。もしかしたらいつか帝国都市になるかもしれません。どの強力な獣が気に入ったのか。それに彼は雪追いの王の仲間のメス獣になると聞いた。これを聞いてみんなの顔が変わった。こんな馬鹿げたことは言えない。猫族の狩猟戦士たちが語った。作り話じゃない。ウサギ族の誰も猫族と雪追いの族の関係を望んでいません。狩猟時、猫の部族はいつもウサギの部族をいじめている。彼らは火災や猫族に対して良い印象を持っていません。その時白川はうつむいた。握りしめた拳。彼の顔には自己嫌悪が浮かんでいた。白シギは顎に手を当てて分析した。だから最近は狩りが簡単ではありません。白曹操はうなずいた。はいはい、それだけだ。しかし、白が考え続ければ考えるほど何かがおかしいと感じていた。今や獲物は明らかに少ない。でも、母と叔父は毎日たくさんの食べ物を背負って帰ってくることがある。キーマザーの言葉は控えめな表現です。全然楽に感じられない。これは少し興味深いですね。彼はその朝目覚めたことを突然思い出した。庭に現れる獲物。心がクスクス笑った。あの人かもしれない。そして彼は再び首を振った。ありえない。実は雪優勢がやったと思ってた。元のオーナーの評判はひどい。北地区の王獣としての雪安城。彼の詳細を知るために確認してください。どうやって彼を助けられるというのか。そんなに大きな顔じゃない。白シリングは少し考えてから言った以降。まずは、撤退しよう。猫の部族側で何が起きているのか確かめる時間を見つけなければなりません。猫の部族がわざと彼らをからかっているようにいつも感じていた。もし本当に猫に当てはまるなら猫の一族に甘くはしない。戻ろうとしていた時、白シギの耳が突然動いた。動く音が聞こえた。みんなはすぐに静かに隠れた。白シリングの声がただ震えた。みんなすぐにウサギに変身した。周囲の穴に入った。それほど時間はかからなかった。2匹の猫族の漬物がこの場所を通り過ぎた。さっき何か動く音が聞こえた気がした。なぜ何も見えなかったの？もしかしたらもう遅いかもしれない。彼らは去っていった。彼らにとっては本当に安いです。戦闘力の高いウサギを数匹捕まえれば、今回は必ず素晴らしい貢献をします。その通り。でもまず、白川のことを突き止めることが鍵だ。まず彼を殺せし。そしてウサギの一族は滅ぼされた。こうしてか、サイが獣人と結婚する九段は完全に消し去ることができる。むしろ彼が雪追いの王の本当の作詞家である。方が都合がいい。元々の計画は彼を獣の爪の元で死なせることでした。その結果彼は命を落としました。彼ら両方の猫のクランは4級の強豪です。とても自信があります。だから彼らはウサギ族の縄張りを巡回しに来たのだ。彼らは話しながら歩いた。ウサギが隣にいることには
全く気づきませんでした。むしろ白川はそれを聞いて顔を真っ青にした。両手は木の穴の縁で握り合わされた。感情の高まりを抑えている。白は黙って聞くことにこだわった。人間全体が氷に包まれている。彼の目は殺意に満ちていた。2匹の猫は続けたと。たとえ白川が逃げても、それは問題じゃない。戦士たちはすでに自分たちの部族を包囲していた。リーダーであり、白川の母親、とにかく捕まえろ。白川は当然現れなければならなかった。時が来れば彼を殺すのは簡単になるだろう。そしてウサギの部族にはリーダーがいません。また、彼らの部族を直接倒すのも簡単だ。言葉はまだ終わっていない。突然、冷たい風が吹いた。葉はすぐに枯れて黄ばんでしまいました。あれは白刺激タイプの能力を使っていた。突然彼は猫獣の元へとテレポートした。ナイフがひらめいた。もう一方の塔はその場で生まれました。もう一つの4級猫獣が反応した。すぐに白は行動を起こすことを主張した。白は力を高めるために自然のオーラを強制的に飲み込むことにこだわった。体がしばらく耐えられない。お腹が少しズキズキしていた。でも彼はそんなこと気にしない。今日は彼らを殺さなければならなかった。彼は自分の決定を守ることにこだわった。家族に手を出す者は死ぬ。この時、白川たちも反応した。支援のために急行した。白川はできるだけ早く妹の元へ駆け寄った。戦闘力がなくても私も妹を命をかけて守りたい。白曹操は歯を食いしばり思わず言い逃げた。空中に飛べ。白シーの真ん前。彼の手に持った鋭い鋼猫獣を切りつけた。他の者たちも手を抜いてはいなかった。素早く小つくに手を振り回して猫獣の攻撃に抵抗する。でもクリックオンを聞いてみてください。彼らの古いナイフは衝撃で砕け散った。アリナで最も強いのは3番目の秩序だけです。4時差が大きすぎる。それでもまた白シエ義を必死に守ろうとしました。猫獣は一時的に拘束された。白の主張に息をつくチャンスを与えた。みんなが怪我をしているのを見て、白し一の心には複雑な思いがある。彼は歯を食いしばった。手にした古いナイフを掲げろ。そして全ての木の能力を詰め、その機会をつかむ。ナイフは猫獣の喉を刺した。一撃でキルを取る。しかし、喜びの半秒もなかった。薬師芝の腹が鋭く痛んだ。頭もめまいを感じ始めました。彼はすぐに隣の木にしがみついた。吐き気をこらえる。直訳すると、どうしたんだよ。直訳大丈夫。すぐに送り返すから。誰もが彼を驚かせる震えには気にしなかった。蜂の群れが彼のことを気にかけて前に出てきた。シロは安堵のため息をついてから話し始めた。大丈夫だよ。皆さんありがとうございます。本当にありがとうございます。彼は仲間たちの負傷を見つめた。彼は罪悪感を抱いた表情で言った。帰ったらおごるよ。まず部族へ戻ること。待ってて終わり。ホワイトは服を持ち、再びウサギの体に戻る。逆方向に走りたいとき、白川が彼を掴んだ。姉さん行かないで。彼はすでに、シロが何をしようとしているのか察していた。しかし、シロは振り返らないと主張した。兄貴行かなきゃ。心配しないで大丈夫だよ。みんなを早く連れ戻してくれ。部族は、すべてのウサギに、直ちに戦闘準備態勢に入るよう指示しました。猫獣が突然我々の部族に入ってくるのでは、と心配していた。これを聞いて、その時初めて皆が事態の重大さを実感した。今この瞬間部族を維持することが鍵です。そう言った後で、シロは再び自分の能力を凝縮することにこだわった。彼は、母の息遣いを思い出す。おそらく曖昧な方向を感じ取ったのだろう。包囲を決定した後、彼は光と影に変わり駆け去っていった。この時、白露は白シーのおじと共に戦っていた。6人の猫の戦士が彼らを取り囲んだ。古代のナイフが詐欺を刺そうとしているのを見て、白は歯のことは気にしないと主張した。母を守るために包囲陣に駆け込んだ。急速なくらい能力、裁判所全体を一斉に捜索しろ。しかし、彼の体は肉体的な限界を超えていた。突然何口もの血が吹き出した。白露が直訳すると叫んだ。彼の顔は恐怖で青ざめた。白はその人全体がほとんど不安定だと主張した。彼は能力が溢れ出さないと計算していた。でもなぜ急にお腹がこんなに痛くなるんだ。あまりにも痛くて自分の能力を凝縮することすらできなかった。同時に退却していた節井明日は何かを感じ取ったようだった。すぐにバリアを突破した。彼が通り過ぎた場所、冷たい空気が潮のように広がる。雪追いのたちはあまりの恐怖に顔を大きく変えた。しばらくの間、悪魔たちがそれを殺したのだと思っていました。しかし、部族からは、閃光の音は聞こえなかった。その時になって、初めてマスターが積極的に停止されていることに気づきました。隊は山の外に出た。みんな混乱していた。工作の途中で風習を残す。修行は些細なことではありません。マスターに何が起こったのか。節湯たちは、稲妻のように白不思議のもとへ、駆け寄った。片手でほとんど崩れ落ちかけた体を抱えていた。同時に袖を軽く振りました。6匹の猫と獣たちはボロ布のように広がっていた。800メートル離れた場所で全員が地面に倒れ血を吐いていた。もう
起き上がれない。彼らが口を開いて慈悲を請う前に、遺体は直接灰となりました。白大戦を見て、彼は呆然とした。彼が頭を向けて雪女の王を見たとき、手足をどこに置けばいいのかわからない。白ロはただただとても怖かっただけだ。この人生でこの小さなウサギたちのことは考えたこともなかった。実際に雪女の王が見える。しかも、雪女の王はまだ娘を腕に抱えていた。彼女は動くことすら恐れていた。聞く勇気がなかった。彼の体にかかる冷たい勢いは極限だった。一歩も踏み出す勇気を持たせないでほしい。突然の場の変化に白昼儀は呆然とした。反応する前に温かい力がゆっくりと彼の体に流れ込んでいった。もともと激しい腹痛は徐々に和らいだ。全身がずっとリラックスしています。白鴫の目が突然見開かれた。その時になって初めて目の前にいる絵の中の妖精のようなハンサムな人が見えた。それは雪追いの王自身だった。あまりの恐怖で反射的に全身が縮こまった。節油達は優しく彼女を抑えた。静かに言った。小さな自力的なセックスは混沌としている。白紙は能力を吸収しやすいからだ。遺体は激しく噛み返された。節油明日は自分の力を彼に譲っていた。傷ついた体を修復しろ。治療のもと、白は暖かい春に浸かるような快適さしか感じなかった。彼女は呆然と節油明日を見つめた。彼は本当にハンサムだと言わざるを得ません。ただ彼を見つめていると、あの夜に起きたことを思い出さずにはいられません。いくつかの映像が抑えきれずに頭に浮かんだ。彼は赤面し、心臓が高鳴った。節油明日は少し眉を潜めた。彼の容体が安定していることを確認した。その時になって、初めて彼は波を払うために手を挙げた。散らばった髪が優しく言った。今日は買い物に行かないで。彼女の声は冷たく低く磁力を発揮していた。尻尾は抜かれます。それは人々の心に簡単に触れることがあります。白鴫は少し恥ずかしそうに口元をわずかに動かした。今彼女は腕の中に抱かれている。弱い者は歩くことすら困難です。買い物に行きたくないわけじゃない。彼はこの大男に消されるのを恐れていた。結局のところ彼は袖を軽く振っただけだった。6匹の猫と獣たちは数秒で灰となった。この強さは恐ろしい。白は瞬きをしつこくした。静かに言った。さっきありがとう。節油明日は彼の清潔で潤んだ瞳を見つめた。突然私の心は柔らかくなった。彼女は囁いた。あなたは私の子を妊娠しています。君を守り世話をするのは僕の責任だ。この一文はまるで突然落とした爆弾のようだ。白シリング。脳は瞬時に爆発した。どう思う？一度あなたの子を妊娠したことがある。彼女はそれまで全く考えたことがなかった。今では一度に多くの異常を思い浮かべます。例えば、最近、雪のように白い小さな雪鬼の夢を見ています。食べ物の量は多い。私はいつも食後お腹が空いています。今、キタイプの能力もあります。腹が鋭く痛み始めました。彼女の目は突然驚きで見開かれた。興奮のためにお腹に手を当てた。うちの赤ちゃんは元気です。さっき少し怪我をしていたとは本当に知らなかった。彼女を傷つけるだろうか。そんなつもりじゃなかったんだ。赤ちゃんが本当に好きです。節優生は心配そうな表情で彼女を見た。そっと彼女の髪のてっぺんを撫でた。優しく慰められた。心配しないで、彼女は大丈夫だよ。何もない。それから私のために子供を産むことをいとわいと言ってくれてありがとう。大変なことになるのは分かっています。次は私が大事に面倒を見るよ。白は安堵の息をついた。それはよかった。雪追いの王を待て。節油明日が白を直接抱きしめ部族に戻ることを強く主張した後、ウサギの部族全員が瞬時に煮こもった。雪追いの王は奇襲に来た猫獣を倒しただけではありません。また白鴫の腹の中の子供も守った。ウサギたちは満面の笑みを浮かべていた。これから部族は安定していると感じています。もう猫や獣は怖くない。洞窟の中で白は医師のベッドに座ることを強く望んだ。ベッドのそばにいる節油明日の高貴な気質を見つめながら、壊れた洞窟は彼女の妖精の魂にふさわしくないといつも感じています。彼女は来られるほど不当な扱いを受けていた。しかし節油明日は全く居心地悪そうには見えなかった。優しく話して、他に体に不快なものはありますか？白シリングは首を振った。もう違います。今はずっと気分が良くなりました。節油生からもらった霊薬を食べた後、まるで壊れた体のように、今は少し弱いだけだ。彼はまた、彼に多くの力を与えました。それらは非常に貴重なエネルギーです。彼は、ためらわずに、それを彼のために使った。最初は霜のように、冷たい大きな白い狼を見ていた。実際優しさは、人の心を柔らかく感じさせます。特にあの目が、強い心配の気持ちを込めて、しかし、白鴫はまだ心の中であまり深く考える勇気がなかった。何しろ彼女は自分の子を妊娠していたのだ。それが彼女の彼への接し方だった。白がどうしても、節油達の目を見ようとしたとき、あの美しい瞳が、彼の魂を捉えてしまうと感じた。鼓動はグーのようだった。彼は、パニックになった。頭を下げて囁いた。あの夜はそんなつもりはなかった。
その言葉が発せられた瞬間、本当に舌を噛みちぎりたかった。こんな馬鹿げた話を誰が信じるだろう。ラブフラワーは明らかに彼から送られたものだ。ただし、それは元のトランクです。でも、彼はただ超えたばかりだ。今度は彼だ。節優生は何も言わなかった。かすかな開口部だけ。じゃあ、なぜ逃げるんだ。白獅子は突然顔を上げた。心臓は非常に弱い。彼の目を直接見ることはできなかった。節優達は彼の表情を注意深く見つめた。結論、私を怖がっている。白は彼のまつげを少し震わせようとしつこくした。心の中でパニックになりました。お前は雪追いの王か。私は普通のウサギです。それにあなたへの興味もあって怒るかもしれないけど、だから距離を置くならばいいと思ったんだ。これがなかったことにしていいのでしょうか。彼は説明しようとした。子供たちに登ってもらいたくない。彼女はただ家に帰って家族と平和な生活を過ごしたかっただけだ。これを言った後で、白シは周囲の息が一瞬で冷たく、パニックになるのを感じた。空気が凍りついたように感じられた。節優明日は少し目を細めた。それを見過ごしたいのです。眠った後こっそり抜け出した。終わったら捨てて。人にちょっかいを出した後は何もなかったことにして。彼の声は冷たく刺さっていた。放たれた冷気は骨の髄まで心にも染み渡るようだった。白シリングはただ圧迫感を感じていた。彼女が本当に怒っているのは分かっていました。どんなに聞こえても、まるで自分が言っているように聞こえます。彼は無責任なクズだ。彼は突然ここが獣の世界大陸であることを思い出した。もしメス獣がここで眠っているなら、オスの獣は責任者ではありません。去年にやりすぎです。現代人の論理は、ここで完全に逆になっています。彼は最小節優勢が自王だと思っていた。彼に責任を負わせることには、明らかに嫌悪感を抱いています。彼がいなくなっていればよかったのに。しかし、今は、そうではないようです。白木釘の目は不規則だった。彼を見る勇気もない。ためらい、いや逃げ出た。ただ一晩中帰ってこなかっただけだ。母は急いでいるのが怖い。戻って見てみようかと思いました。節優明日は、眉を上げ彼女の中を覗かなかった。ただ、微笑みながら彼を見つめていた。それからどうする？白シギは覚悟を決めて続けなければならなかった。あなたは雪追いの王だ。北地区の獣王がどうして私のような小さなウサギを見下せるのだろうか。それに評判も良くない。あまり叶える勇気はない。節優明日は低い声で話した。今私が誰か分かった。ただあなたが私を挑発したと知っているはずです。何事もなかったかのようにやろうと考えないでください。それで保証できる。そう言って、バイは手を伸ばして、そっと袖を引っ張った。君が望むもの。節優達は白シギをじっと見つめた。その目は渦のようだった。まるで彼を飲み込もうとするかのように。白シリングは突然口の渇きを感じた。それは彼の目で見つめられた。全身が傷んでいるようだった。白は唾を飲み込むことにこだわりこう言った。子供が欲しいですか？節優明日は手を差し出した。優しく髪を持ち上げて、指が彼女の唇を撫でた。彼の目には避けられないという表情があった。この瞬間、彼女の勢いは解放された。誰も彼女を拒むことはできません。節優明日は彼女を抱きしめた。直接キスされた。白は激しく立ち上がろうと主張した。彼は自分の体が制御不能に天の川のことを考えていることに気づいた。全身が電気が走ったかのように感じられた。すごいよ。徐々に息を全部吸い尽くしていく。長い間。節優明日は白シギを少しだけ離した。この時白は柔らかくあろうと主張した。全身がシュエイオチェーンの腕に寄りかかり呼吸を落ち着かせようとすることしかできなかった。節優明日はこうして彼女を抱きしめた。彼女の長い髪を撫でてゆっくりと頭を下げ耳元で言った。怖がっても無駄だ。逃げても無駄だ。もし私が挑発したら何もなかったふりはできない。これからは私があなたの夫になります。彼女は彼女が欲しい彼のすべてを。白シギはその威圧的な言葉を聞いた。ただ心の金銭が激しく震えただけだった。雪追いの節優心が彼の長寿となった。これは白シギが考える勇気のないことだ。白シリングも知っている。絶対的な力の前に彼の抵抗は無駄だった。でも節優達は彼の夫だ。彼は本当に苦しんでいません。しかし何かを考えているかのように、彼は口を開いた。なあ、猫一族の火災には関わらない。彼は長兄の仇を撃ちたいと思っている。火災を雪のゴミにくっつけさせてはいけない。ケースが本当に雪の埃にくっついているなら、彼の背後にはスノーウォルフ一族の支援がある。彼は長兄の仇を撃ちたいと思っている。この言葉を聞くのは辛いです。節優明日の澄んだ瞳の中の瞳は、水のようだった。彼の表情はさっきより少し柔らかかった。彼女は甘やかしているようだった。他にメスはいない。お前以外にメス獣はいない。もし彼があなたを不幸にするなら破壊しろ。節優明日はそんな言葉を軽く言った。それはただの簡単なことのように思えます。あるいは猫の一族全員を消し去る。あなたが幸せならそれでいい。白の心は
激しく震えた。彼は節湯は下を見つめた。彼の優しく無関心な目と交わった。彼が本気だと理解してください。白シリは賢い雪を脳を奪う勇気はなかった。大丈夫だよ。自分で考えるよ。彼は他人に頼るタイプではありません。依存に頼る習慣があるなら、沈んだら自分を失ってしまうのではないかと恐れていた。今は雪の誇りの出現のためです。族の猫獣はもうウサギ族に手を出そうとはしない。彼にとっては長兄の仇を討つために都合が良かっただけだ。彼はうまく説明しようと思っていた。予想外にも彼は言う限り同意した。彼の考えを尊重しているように見えます。私は彼はとても応援しています。この感覚は白シリングを実はかなり安心させた。彼は落ち着いた。呼吸を整えた後、彼は尋ねた。ところへその日に栗は送ったの。まあ、食べるのが好きなんだ。もっと持ってくるよ。必要ない。それで十分だ。家の場所は狭い。食べ物が多すぎる。収納スペースはありません。バレたくないんだ。そして、母と叔父は最近獲物を狩ることが多い。それも君が手配したの。部下に手配を頼んだんだ。ただ、ここいいか間は他に重要なことがあった。俺が手を選んで対処する。でも移行されるとは思っていませんでした。過去3日間に事故があった。節湯は下の目が危険なくらい光を放った。白シギは以前から憶測をしていたが、でも信じられない。心の中で触らないといえば、それは嘘です。想像上の野心は、教授にはもう一人女王がいます。怒りを抱え雪影状の蝶になりたいと考えていると推測されている。それは、よかった。ラキシギの眉は潜められていた。明るい笑顔を見せて、天楽が言った。ありがとうございます。最近は、その食べ物のおかげでお腹が空いていません。それはよかった。最近は、その食べ物のおかげで空腹を感じなくてありがとう。雪と埃は、澄んで湿っている。これからも飢えることはない。君と子供の面倒を見るよ。薬師も心から節湯は下に感謝した。ここ数日ずっと、心配していたのも現実になりました。それからシロは説明を続けた。私の長兄はもともと5級の力を持っていました。しかし、猫の部族から戻った時、彼の力は失われていた。ラグに関係があるのではないかと疑っています。そして彼らは長兄も殺そうとしている。だからこれが復讐なのかを確かめたい。節湯明日の目は、陰鬱で冷たい色を帯びて、ひらめいた。お前の長兄は才能を発掘した。戦力は略奪された。聞いてくれ。白シギはショックを受けた。つまり、私の長兄はそのプラグで計算されたのです。風は突然3頭から6頭に降格した。長兄の才能と力を奪ったからか、節湯星は慰めるように彼女の髪に触れた。優しく説明。才能ある骨を持って生まれる獣は、ごくわずかです。修行速度は速い。自分の力を素早く向上させることができます。お母さんは生まれつきの骨を持っている。5年以上前に解散したばかりです。そのため強さは弱まっています。お前の長兄の才能は失われた。だから今は力がありません。一般的に言えば誰も相手の才能の骨を掘り起こすことはできません。悪魔の血を引いているなら別です。一部の悪魔は他人の能力を自分のために食い尽くすことができる。もちろん相手はこの人に対して無防備でなければなりません。極めて信頼を持たなければ成功の兆しは見えない。そうでなければそれは生死に関わる問題でもあります。もし猫人間がこれをしているなら私は悪魔の剣を処理します。心配しなくていいよ。白シーリング。もう気づいた。この問題は広範囲を呼ぶかもしれません。難しいです。それは悪魔たちの事柄を含んでいる。今のところは、そのレベルに参加できない。しばらくしてから、白川は、洞窟の中央にある草の根を優しく撫でた。お姉さん薩摩、芋を蒸したばかりだ。まだ熱い。今入れられる。彼女は、母親からしかそのことを知らなかった。実は妹は雪追いの王の子を見ごもっていた。白川は、興奮していた。彼は、おじさんになるんだ。彼は、妹と妹の腹の中の子が空腹になるのではないかと恐れていた。さつまいもを急いで蒸して、節湯明日は、うなずいた。白シギも、さつまいもの香りを感じた。彼は、節湯明日を見つめた。ここがあなたの家です。その願意は言葉を超えています。ここで全てを決めるのは彼だ。白シリング。が、心の中で尊敬されていると感じさせてあげてください。彼は笑顔で言った。兄貴応答して、白川は薩摩、芋を葉っぱで包んだ。いくつかをバスケットに入れて持っていきました。雪と埃を見たらいいよ。白川はまだ強い強制を感じていた。息ができない気がする。白川はひざまずいて敬礼したかった。妹に迷惑をかけるのが怖かった。節湯明日は指を動かした。白川を支援する部隊、ひざまずかせなかった。兄貴どうしても言ってるんだ。守る父兄さんは頭を下げる必要はありません。この一言は白川に雷に打たれたような気分にさせた。反応できない。教授の夫シロはどうしても頷くことを主張した。その通り。兄貴帰ってきた時に骨のあたりに痛みを感じることはよくある。白木釘は長兄の背中の骨を指さした。白川は
一瞬呆然とした。それから手で道路の裏を追いなさい。実は妹は元気です。何かを隠そうとした彼の表情を見てください。シロはやり方がわからないと主張した。兄貴ジャムで計算されたのかもしれない。あなたの贈り物、お前の能力は火災に奪われた。彼はまさにあなたの力を奪った。短期間でダイエス階級に昇格します。その言葉を聞いた白川の顔は劇的に変わった。顔の血が突然消えた。私はそれを理解できていません。我がさえも確信に変わった。それは彼の心を激しく痛ませた。白川は自分に笑いかけた。なるほど。白は象形をこんな風に見つめたかった。心配している。兄さん心配しないで。あなたの力は確実に回復します。彼は元気なところを見たいのです。自信に満ちた元気なワニちゃん。白川は胸の中に湧き上がる感情を落ち着かせた。さつまいもを妹に渡して、そしてすぐに興味を持って退いた。略氏はさつまいもを一握り渡して、節湯たちに渡した。これは蒸しさつまいもです。味わうんだ。節湯はしたは、白がどうしても渡したさつまいもを受け取った。澄んだ目には少し驚いた表情が浮かんでいた。食べ物だ。それは、彼今まで見たことのない食べ物だった。白は笑顔をこなさず、はい。これは、私たちが背後の山や森で掘った食べ物です。これはさつまいもと呼ばれます。美味しい。白は強く主張した。さつまいもを剥いで食べ始めましょう。白しぎの眉と目を見つめながら甘い笑顔を浮かべて、節湯明日は気づいた。この山で掘り出した食べ物を食べるのが好きなのか。節湯明日は白のしつこい行動で皮膚を剥くと覚えた。そして彼はそれを食べた。白は目をしばたたかせることにこだわった。期待に満ちた目で彼を見つめながら彼は言った。味はどう？節湯明日は彼の目を見つめた。突然少し変な気分になりました。文雅はこう言いました。映像です。部下たちの調査のニュースを思い出した。彼は当時は草を掘ることしかできなかったと言いました。地面を掘って食べなさい。彼女は頭痛で眉を潜めた。それは認知的な誤りです。白は明るく笑顔をこなさず、自身に満ちた輝きと輝きを放ちました。他の多くの目には、私たちのノースエンドがどれほどひどいか。実際北部地区の山や森林は資源が豊富すぎる。食べ物がたくさんある。それに来年の春の始まりも忘れてはいけません。私は部族を率いて畑を開拓するつもりです。作物の栽培。それまでは、たとえ食べ物を狩らなくても自給自足は可能です。鶏やアヒルガチョウも飼うことができます。卵を混ぜて食べさせてあげましょう。オスワードの大雪も美しいです。インフラがしっかり整備されていれば問題ありません。冬は寒くありません。節湯明日の心が動いた。彼を見ているとき、その表情はさらに優しかった。節湯明日は何を言いたかったのだろう。でも彼女の口元に小さなさつまいもが見えた。彼は手を出して優しく拭った。指先がそっと白敷の唇に触れた。涼しい温度が食感に触れる感触をもたらします。白崎木は唇が痺れ過剰に充電されているのを感じた。心の金銭はさらに震えた。心の中で抽象された気がして仕方なかった。静かに魅惑的になり得ます。抵抗させてあげて。美しさは魅惑的で本当に致命的だ。朝食後、節湯明日は白が自分のことを自分で大切にすることを主張したと説明した。他のものは戻ってきます。雪男の一族には対処すべきことがある。猫族の問題は片付けなければならない。先に戻るよ。悪魔に関わる問題は些細なことではありません。つまり北地区には鬼の血筋が混ざっている。白死人、この件の深刻さを理解していた。彼は真剣に言った。心配しないで。自分で何とかできるから。しかし彼は、また少し心配そうに節湯明日を見つめていた。気をつけないといけない。節湯明日は、説明する言葉が多すぎると感じた。結局私は彼女を抱きしめたばかりです。彼は頭を下げて、彼女の唇にキスをした。長い間、彼は手を離した。白は低い声で言い張った。私が戻るのを待ってて。まあそうか。節湯は明日が去った後、白シギは怠けていなかった。食べ物を求めて山に登る準備をしてください。白がどうしても外に出たいと言ったことを知った子。白露は落ち着いていなかったが、でも娘の決意に満ちた表情を見てごらん。私は長兄のところに行くしかなかった。第5級の強さ。さらに白シギ自身にも多少の力があります。安全性は問題にならないはずです。白シリングは道を歩いた。手で草に触れてみて。木タイプの超自然能力を吸収する。道で小さなツナツのさんざしを見かけました。白シギは急いで積む気力はなかった。まず周囲を見渡した。重要な食べ物を見つける。でも正午だった。重要な食料は見つかりませんでした。白シリングはまず木に登るしかなかった。上から見てみろ。白川は妹が木に登るのを見ていた。何も言わずに彼は彼女と一緒に飛び上がった。カウント。白はため息をつくことに固執した。あるいは正気が強いのか。第5次の強さは異なります。白川は自慢する勇気はない。雪男の王こそが本当の天才だ。生まれた瞬間から2級の力を持つと言われています。今彼はわずか小さいです。だが彼はすでに第9級の力を持っている。白シリング
もしている。全世界大陸全体は、今やわずかな救急戦力しか持たない。ちょっと言いたかったことがある。突然遠くの丘の斜面に黄色い斑点が見えた。白は信じられないというように目をしばたかせた。大豆であることが確認されています。その人全体が興奮していた。豆腐、豆乳、豆腐のお味噌、その他の食べ物が頭に浮かんだ。豆腐の煮込みスープ、炒め豆腐と魚の煮込みなど色々あります。そして、この時、白川もそれを感じていた。その瞬間妹の体にかかる息が変わった。彼女は白鴫の目でこちらを見た。黄色くなった草の一角しか見えませんでした。何かあるのか。どんなに見ても彼はそれを見抜けなかった。しかし白鴫はとても興奮していた。木から直接飛び降りる。兄貴あっちに行って、白は早く走ることを主張した。白川心中疑惑。しかし、同時に急降下もしました。白はすぐに丘の斜面に来ると主張した。白は白川を見つめ続けこう言った。兄貴まずは、危険な獣がいないか見てくれ。最初に、この黄色い豆を摘んだんだ。地面から落ちるものもあります。これらは大豆で食べ物です。白川は一瞬呆然とした。尋ねた。姉さん本当に大丈夫？これらは草の死です。ただ、姉が以前新しい食べ物を見つけるのを手伝ってくれたことは知っています。でもこの大豆は小さすぎるように見えます。彼の認知において、これらはあらゆる種類の草の死ねです。彼は一つ摘んで、口に入れ激しく食べました。全くテクスチャーがありません。歯の間の隙間を塞ぐだけでは不十分です。こんなものをどうやって食べ物にできるのでしょうか。白は辛抱強く説明し、続けた。白川兄さん、これらは、実は大豆という食品です。直接食べるものではありません。食べ物に変えるためには、段階的に作る必要があります。白川は白鴫の自身に満ちた落ち着いた表情を見つめた。スポーク。姉さん助けに来たよ。一緒に続く方が早くなります。もう、正午だ。もう遅くなってきた。早く積んだら早く帰れる。さて大豆を一に握り詰めてから、彼は、切っただけの鶴を再び結びつけた。兄さん戻れるよ。これらの大豆を浸した後、今日グラボヒトを作る。明日は豆腐を作れるよ。この時期、白川は突然何かを感じた。顔は劇的に変わった。いいことじゃない。悪魔的なものだ。早く行こう。